はい、今日はですね、料理編ということで、またキッチンからお送りさせていただいてます。はい、今日はですね、イワシの竜田揚げを使った甘酢あんかけ、イワシ竜田揚げということで、唐揚げにしたね、イワシに甘酢あんかけを、和えまして、はい、作っていこうかなと思っております。ということでよろしくお願いします。ゲッツねこれ、業務スーパーで買ったね、バルト海イワシを使いましてですね、はい、イワシの竜田揚げをやっていこうと思います。ということで、もうすでに揚げちゃってるんですけども、はい、こんな感じでね、竜田揚げを作っていきます。はい、ということでね、いい具合に上がってきましたんで、油から揚げたいと思います。はい、出来上がり。はい、それではですね、まず野菜から切っていきたいと思います。まずは玉ねぎ。玉ねぎを薄く切りましてですね、はい、それとたけのこもですね、薄く切りまして、はい、それとネギですね、長ネギ、長ネギも細く切りましてですね、はい、はい、あとね、これカブ、うちで採れたカブ、この変形のカブ見てくださいよ、これね。はい、まあ無農薬でやるとね、こうやってなってしまうということらしいんですが、まあ無農薬なので、まあ形は悪いですけどね、はい、美味しいでございますんでね。
これはね、お味噌汁をね、今日はちょっとかぶのお味噌汁作ろうかなと思っております。ということで、ちょっと剥いていきます。こんな1個丸々贅沢にあれですけども、やっぱね、かぶが美味しい季節でございますよね、本当にね。ちょっと今日はね、かぶをね、ゴロゴロと大きめに切ってですね、はい、お味噌汁にしたいと思います。で、この葉っぱもね、もったいないので葉っぱも入れます。このぐらいでいいかな。はいはい、それではね、先に味噌汁を作っていきます。よいしょ。いただいたお味噌でね、この味噌がまた美味しいんですよ、本当にね。はい、お味噌汁を作っていて、さあこちらね、甘酢あんかけの方の野菜をちょっと炒めていきます。はい、まずはね、野菜を炒めていきます。あとね、人参とかね、ピーマンとかあればよかったんですが、ちょっとありませんのでしたので、玉ねぎ、長ネギ、そして、たけのこですね、はい、を炒めていっております。はい、それではね、まず 200cc の水に、鶏ガラスープの素、鶏ガラスープの素小さじ1杯、小さじ1杯なので小さじ2杯を入れます。それとなんだ、お酒大さじ1、大さじ1、砂糖大さじ2、お酢を大さじ2、お酢を大さじ2、醤油大さじ1、それとケチャップを大さじ1、おっとっとっと、はい、そしてだしの素を入れます。鶏ガラスープね、鶏ガラスープ、
こちらを入れます。はい、そして最後にこれ多いかな、水溶き片栗粉でね、とろみをつけますね。ちょっと沸騰するのを待ちます。はい、ではね、沸騰してきましたんで、とろみをつけていきたいと思います。はい、いい感じですね。はい、この辺で火を止めたいと思います。 OK。 それではね、イワシの竜田揚げを並べまして、はい、そこにですね、こちらですね、はい、あんかけをかけていきたいと思います。よいしょ。あ、多すぎた。多すぎた。はい、完成となります。はい、それでは寝癖はい、それでは、出来上がりました、かぶの味噌汁、そしてイワシの竜田揚げ、甘酢あんかけでございます。はい、おいしいよ。ちょっと量が多すぎた。それでは食べていきたいと思います。はい、イワシの竜田揚げ甘酢あんかけでございます。はい、そして味噌汁ね、かぶの味噌汁、そしてご飯ということで食べていきたいと思います。いただきます。はい、イワシの竜田揚げ甘酢あんかけでございます。はい、そして味噌汁ね、かぶの味噌汁、そしてご飯ということで食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。うわ、量いっぱい。さて、じゃあまずイワシ。うまい。超うまい。やばい。これマジでやばい。これうまいです。これマジでうまいやつ。そしてかぶの味噌汁。よく澄んでる。あんなね不格好なねかぶでももう皮むいちゃえば美味しいでございます。
最高。はい、ということでね、今日はイワシの竜田揚げの甘酢あんかけでございました。はい、ということで、ゆっくり食べさせていただきます。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いしますということと、あとね、YouTube のこの辺ですね、この辺に点々点っていうのがあるので、そこをクリックしてもらうとサンクスボタンがありますので、200円から投げ銭ができます。はい、寄付だと思ってぜひよろしくお願いいたします。それとメンバーシップの方、お友達以上でなっていただけると非常に嬉しいでございます。はい、ということで、以上となります。ありがとうございました。人月。